猿がランダムにダーツをしてそして選んだ投資銘柄とそしてプロが選んだ投資銘柄で比べていった場合に猿の方が勝ったという結果があります。こんにちは。お金の専門家の柴山和久です。今日はお金や投資に関する質問にお答えします。This is Money Support。最初の質問は、投資で利益が出るとその分別の人が損をしているのでしょうか。まず大前提として投資には2種類あります。一つは短期間のうちに売買を繰り返して利益を上げようとする短期投資です。そしてもう一つの投資は長期的な投資。短期投資ですとその取引の対象となっているものの価値は短期間のうちに変わることはありません。ですから利益を得た人がいる裏側には必ず損している人がいます。で利益と損を足すとゼロなのでそうした取引のことをゼロサムゲームというふうに呼びます。一方で長期投資、特に長期の分散投資の場合には例えば世界経済全体に対して投資をすると世界経済全体が成長していくのでその分増えたパイをみんなで分け合うことができるというのが利益の源泉です。そうすると理論的には長期の分散投資をしたい人全員が利益を得るということも可能です。短期投資で誰かが利益を得ると別の人が損しているわけですけれども、長期投資の場合には全員が利益を得ることもできると。この2つの投資は明確に分けて考える必要があります。近年投資をすると簡単にお金が増えると言います。この言葉がまるで詐欺のようにしか聞こえませんが、本当に増やすことはできるのでしょうか。投資をすると簡単にお金が増えるというのは私にも詐欺のように聞こえます。まず短期投資でお金を増やすためには誰かに勝たないといけないということになりますので、それは決して簡単ではありません。プロの投資家というのは資金量がまず多い。それから経済や金融あるいはビジネスの専門家がもう何人も集まってプロの投資家というものは投資の判断をしています。それでもプロの投資家であったとしてもプロの投資家同士で戦って勝つ短期投資で利益を上げるというのは非常に難しいというふうに言われています。ましてや個人の投資家が片手間で短期投資をして勝てる勝算というものは非常に低いというふうに考えられます。また長期投資の成果はすぐには現れませんから途中で損が出た時にやめてしまう長期投資に挫折してしまうということもよくあります。このように短期投資の場合も長期投資の場合でも簡単にお金が増えるということはありません。18歳になるから投資したいけど最初のステップがわからない。投資の最初のステップは長期の分散投資です。中長期的な目線で投資をしていくということ。そして特定の資産、例えば特定の会社の株を買うとか不動産だけといったような形で投資をするのではなくて、なるべく幅広くできれば世界経済全体に幅広く分散して投資をするということです。でまたどのタイミングで投資をしたらよいかわからない、今投資をするべきなのかどうかと迷っている方も多いと思います。そうした方にとっては積み立てで毎月一定金額ずつ、例えば毎月1,000円ずつ少しずつ投資をしていくということも有効です。このような長期の分散投資を迷ったら積み立てで行っていくというのがまず投資の第一歩になります。投資が活発になったら世界はより良くなりますか？より良くなります。でこれまで世界がより良くなるためには新しいことに挑戦していた人たちが何人もいました。今から20年前30年前ですと誰もスマートフォンを使っていませんでした。しかし今ではイノベーションが起きてインターネットやスマホでコミュニケーションを取ることができます。このような新しい技術、新しいイノベーションの裏側には必ずそうしたイノベーションの価値を信じて、新しい未来を信じてそこに投資をした人たちの存在があります。
ですからイノベーションを起こして世界を良くしていくためには投資が不可欠です。学生の頃から NISA などの投資を始めるべきですか、それとも自分自身に投資をするべきですか。自分自身に投資をするべきです。どうしてかと言いますと、例えば世界経済全体に対して投資をしていきますと、世界経済全体が3%から 4% で毎年成長していきますと、それを少し上回るぐらい、だいたい 5% ぐらいの資産の増え方を目指すことができます。しかし若い時に自分自身のスキルを磨くために、あるいは自分自身の仕事上の専門知識を身につけるために自分自身に投資をしていくということをした場合には、その 5% どころか何倍ものリターンが得られるはずです。ですから若い時には自己投資がおすすめです。アクティブファンドの多くがインデックスファンドの成績を上回れないというのは本当ですか。もしそうならなぜでしょう。アクティブファンドの多くがインデックスファンドには勝てません。まずアクティブファンドとインデックスファンドの違いを説明しますと、インデックスファンドというのは株式指数ですとか債券指数といったような指数に連動して運用する投資資産運用のことを言います。例えば日経平均に連動する、あるいはアメリカの S&P500 のような株式指数に連動して投資をしていくというのが典型的なインデックスファンドです。それに対してアクティブファンドというのはそうした指数に連動するのではなくて、自分自身の判断を入れてインデックス、つまり指数よりもより良い成績を目指していくというのがアクティブファンドです。統計的にはアクティブファンドの多くがインデックスファンドに負けてしまっています。つまりこうしたものに投資をしたら指数よりももっとうまくいくはずだ、平均を超えられるというふうに考えても、実際にはそうならない例の方が多いということになります。でこれを実験をして示した研究者がアメリカにいまして、猿がランダムにダーツをしてそして選んだ投資銘柄と、そしてプロが選んだ投資銘柄で比べていった場合に猿の方が勝ったという結果があります。で当然ランダムに投資銘柄を選んでいきますと平均に近づいていくわけですけれども、その平均に勝つことが投資のプロにとってもいかに難しいかということをこの実験は示しています。投資の際チャート上にトレンドラインを引く方が良いという人と、需要と供給を考えるだけで良いという人がいますが、トレンドラインを引く必要はあるのでしょうか。トレンドラインを引くといったようなチャート分析を行う必要はありません。なぜならばそうした分析には数学的な根拠がないからです。短期的には株式市場や為替市場でのその変化、例えば株価が上がりました、為替が動きましたということの理由を説明することは非常に難しく、また理由がわからないことの方がほとんどです。しかし私たちはなぜそれが起きたのかを知りたい。でその説明として例えばマクロ経済の要因ですとかいろんな理由が言われるわけですけれども、その中の一つとして使われているのがチャートの分析です。しかし科学的にはその根拠が証明されていません。円高円安、ドル高ドル安をコントロールするために金利を上げたり下げたりするニュースを目にしますが、なぜ金利を操作したら円高円安、ドル高ドル安をコントロールできるのでしょうか。まず誤解があると思うんですけれども、為替をコントロールするために金利を上げたり下げたりということは行われていません。このような誤解が生まれてしまうのも決して無理はありません。私たちはなぜ為替が動いたのかを知りたい。ですのでシンプルで分かりやすい説明が要求されていて、ニュースなどでも分かりやすく説明されていますから、そうすると金利を動かすと為替が動くというふうに因果関係を捉えてしまいがちなんですが、現実にはそのような単純なものではないということになります。したがって為替をコントロールするために金利をコントロールするということは実際には行われていません。
なんで日本人は貯金ばっかりするの？日本で預貯金にお金が集中している理由は、まず第一にデフレの時代が続いてきたこと、2番目に失われた20年30年で日本国内で長期の分散投資をしてもうまくいかなかったということ、そして3番目に終身雇用の下で定年まで働き続ければ国と会社が面倒を見てくれるので自分自身で資産運用する必要がなかったと、この3つの理由があります。そして3つの理由すべてが崩れつつありますので、預貯金だけにお金が集中しているという時代はやがて変わってくるというふうに考えられます。お金とはそもそも何ですか？信用や強制通用力とか聞きますが、いまいち本質的なものが分かりません。お金の本質的な機能は3つあります。まず第一に物やサービスと交換することができるという価値です。2番目に今は物やサービスいらないけれども将来交換したいという時のために価値を保存するという機能です。そして3番目に価値を測る機能、この3つがお金の本質的な価値です。ちなみにみんながお金にはそういう価値があると信じているので価値があるということになります。例えば1万円札を作るのは20円しかかからないわけですね。でもみんながそこには1万円の価値があると信じているので今言った3つの機能を持っていてお金として流通しているわけです。お金として価値を持つもので暗号化されたデジタルデータ、暗号資産が最新のものとして普及していますが、次に新たな価値が見出されるものがあるとすればそれはどのようなものになるでしょうか。まず大前提として暗号資産が今お金として普及しているというふうには私は思いません。周りを見渡してみても暗号資産で日々買い物をしているという人をほとんど見かけません。ではなぜ暗号資産がお金として普及していないかといいますと、まず第一の理由は日々価値が大きく変動するからです。価値を保存するというお金の機能が非常に弱いということになります。明日どれぐらいの価値があるかわからないからです。もう一つの課題は暗号資産を維持するコストが非常に高いということがあります。暗号資産の多くはブロックチェーンと呼ばれる技術を使っていますけれども、その技術を使って暗号資産の価値を維持していくためには非常に大きな膨大なエネルギーを要します。実際に例えばビットコインという一つの通貨を維持するためにオーストラリア全体と同じぐらいの電力が使われているというふうに言われています。このような理由から暗号資産がお金として現在普及しているかというと非常に大きな課題があってそうなっていないというふうに考えられます。この問題を解決していくためにはまず第一に価値をなるべく安定的にしていくということが重要です。また第二に維持するためのコストを下げるということも重要です。おそらくこの2つを手っ取り早く解決するための方法として中央銀行によるデジタル通貨の発行が有効ではないかと思います。例えば日本の場合には日銀がデジタル円を発行する、アメリカの場合にはデジタルドルを発行する、そのようなデジタル通貨が次のイノベーションをもたらすと考えられます。次の質問は人類文明から紙幣、硬貨などの実体のある銀行券がなくなるのはいつでしょうか。実体のあるお金というものがなくなってデジタル通貨の時代がいつやってくるか、これは割と近い将来起こるかもしれません。そもそもお金はその形を何度も変えてきました。大昔ですと金や金貨がお金として流通していましたし、その後紙幣というものに変わってきました。なぜ紙幣が流通するかというと軽くて便利だからです。デジタル通貨になればより簡単にお金として利用することができますので、デジタル通貨の時代がやってくるのも間もないことかもしれません。ご覧いただきありがとうございました。最後に一言だけ申し上げますと、お金を考える上で投資というのは目的ではありません。投資というのは将来資産を持って
それを消費するための手段に過ぎません。ですので、あくまでも私たちが豊かな人生を歩んでいくための重要なツールが投資です。今回皆さんのお金や投資に対する興味や関心がさらに深まるきっかけとなれば嬉しいです。